はい、始まりました。何かお詫びする会が到来しているらしいんですけど申し訳ないと言いながらまず始まっていきます。はい。激渋カード各色やっていこうと思ったんですけど、ちょっと困難になってきましてこれだから言ったじゃないですか。これリオさんが赤いカードを紹介したいだけであって、はい、そう別に他の色のカードは考えてなかったんですよね。考えてないことはなかったんですけど、いけるやろうと思ってたら、結構調べるの大変で、選ぶのも大変だったんで、自分の中にストックがないから赤をすげえやってたからできただけだよあれはだからちょっと一旦激渋カードを終了しました申し訳ございません。終了。凍結どっちみたいな。凍結ワンチャンあり得るかもしれない。なんか今後やってって熟練度が上がっていけば紹介したくなるかもしれないじゃないですか。なるほどね。はい。だから一回凍結ということで。なるほど。お願いします。はい。で今回は新しいシリーズが始まっていくんですが、我々よく1万円逃走者っていう、1万円で低価格で組む逃走者っていうのをよく遊んでるんですよ。はい、いわゆる海外でいうとこの100ドル、海外の100ドルは日本の1万円ぐらいのちょっと物価の違いがあってまあね、はい、まあね、だから、それぐらいの低価格で遊ぶっていう需要ってあるかなないかなみたいなまあっていうところはありますよね。はい、まあ、海外だと結構人気なんですよね。まあ言うてね、遊びでやってるんで。そうですよね。手柄な値段でね。そう、なんか何回もいろんなデッキを使い回せるじゃないですか。そうですね。好きないろんな毎回違うデッキをアイデアで作れるんで、結構人気のフォーマットなんで、おすすめなんですけども、その要は低価格でよく使うシリーズというのが始まりますはい、要は安くて有料なカードをご紹介いただけると。で今回は打ち消し編になります。ああ、なるほどね。第1回打ち消し編。これは何かしらのテーマ性をつけてやっていくと。はい、これからなんかのテーマで低価格でよく使う何々編みたいなのをやっていこうと思ってますんで。これ枚数も全然不変と。そうですね。まあもう適当に話します。何枚言うか分かりませんはい、でも結構言うと思います。はい。まず打ち消しの話をする前に、大体どれくらい入るのかっていう話をしなきゃいけないですよね。カジュアルなんで、もう5、6択なわけじゃないですか。低予算デッキって。もうその中でも限りなく5っぽいっていう。ってことはそんなに入らないんですよ。そんなに入らないですね。まずね、打ち消し合戦とかにならない。絶対ならない。ならないんですよ。だって通したら死ぬとかないんだから。ない。基本的には殴ってく遊びなんで、だから多くても10枚多いなっていう以内ですよね。まあ10枚は入ってないよ。まあ青が絡んでたら5枚とか、普通に入っててお守りで1枚手札にあるぐらいの感覚で、だその5枚が一体何なのかっていうねいうのを紹介させていただくんですが、まず1枚目というかまあ安いカード、定番カードで言いますと危機の否定とか、まあこれ500円ぐらいなんですけど、まあそんなにそういう意味では安くはないって安くはないですが、よく使えますよね。これはもうだって安いデッキじゃなくても定番なので。そうですよね。あと対抗呪文、これはめっちゃ安いしめっちゃ強いっていうダブシンですけど、まあ大体1色か2色のデッキになるんでそうですねこれ150円ぐらいですね。であと否認、これもこれ20円でだいぶ安いですよね。これは安いし結局フィニッシャーとして呪文を使われる場合は有効なんで。であとなんか僕はまあこれ入れてるイメージなかったんですけど、ストローク、これが実は強いんじゃないかと。これ実はかなり強い
なんでかっていうとテーマ内機は大体別にほっといてもいいっていうで大体打ち消さなきゃいけないのは4コス以上だっていうねでかくて強力な呪文結構使われるんで、はい、がカバーできるっていうのは実は強いっていう。これもめっちゃ安いですよね。それはめちゃくちゃ安い。20円入れる、ね、最低価格です、最低価格もっと安く買えるとこもあるかもしれない。でそういう風に今言っただけで4つじゃないですか。でもうほぼ確定で入ってきて、で一番低予算デッキで多く使われている打ち消しというのが、次のカードになるんですが、断れない提案、これはもうほぼ100入る青絡んでたらほぼ100入ると言われてるほぼ100入るほぼ100入るほぼ100入るこの最強の打ち消しはこいつです。そうですねはい。1マナのカウンターやばいですよね。これしか実質使えないっていう。そうなんですよね。一番の日に、で宝物2個出すという、これ150円でお買い求めできる、青で引き組むならほぼ 100% 入りますからね。はい。であと青で一応入れた方が結構使い勝手いいんじゃないかなっていうのが洗い落とし、これは一番手札から唱えられてない呪文を打ち消しするっていう、打ち消しなんですけど、まあこれは1マナで逃走者をカウンターできるという、めっちゃいいカードということになりますし、まあ、もう逃走者出ちゃってたら、3マナの普通のカウンターなんで、そうですよね、まあ、別に問題はないと、普通に使う場合も結構ありますよね。結構ある、だからカジュアルだから手札ちょっと少なくて、マナ余ってみたいなことたまにありますから、だから今言った6枚がだいたい普通の打ち消しの、カードになるという形になるという認識で合ってますかね。これ大体青絡むとこの6枚が入ってくるみたいな。そうですね。で、まあこっからはちょっと変わったデッキで使う打ち消しを紹介していきたいんですけど、まずちょっと青が多めだった場合、まあほぼ青タンの場合ですよね。青タンで手札がなんか結構多くなったりとかする場合ってたまにあるんですよ。手札めっちゃ多くなる能力で手札が増える時に使える打ち消しとして有用なのがコマンディア、この2枚のダブルピッチなんですけど、青のこれが呪文のコントロールをもうそのままパクれちゃうっていう、ダブルピッチめっちゃ強い、これがなんとめちゃくちゃお安くなりましてこの値段ちょっと正直バグだと思うんだけどこれ前は1000円以上全然もっと上もしましたよね。はい、2000円とかもまでいったカードだったのが今なんと150円で買えるという、これは低予算界に革命をもたらしたと言われてるコマンディア、これかなりおすすめなんで入れてもいいですよね。いいですね。であと今度は赤いってみましょうかということで、赤の打ち消しといったら皆さんご存知、ティボルトの経絡、これは700円ぐらいなんですけど、高いですが、赤だったら700円払って入れる価値ありますよね。ありますね。だいたい思考の外にあるんでこのカード、対戦相手からしたらそうですよね。打ち消されてってなりますよね。なったし実際動画でねありましたよね一回ね。この700円っていう数字が1万円だとちょっと高いんですよね。高いですね。そうなんですよ。だいたい1万円だと平均が2、300円になってきますんで、ちょっと高くても打ち消し赤は入れたいなっていう感じになるぐらいいい打ち消しというカードになりますかね。はい。次はちょっと変わったシミック系のデッキで入るかもしれないっていう打ち消しなんですけど、錯乱する群れというカードなんですが、2マナ X の青のインスタントでして、これがピッチへ唱えられると。でピッチへ唱える場合はそのマナコストは X の呪文を追放することによって打ち消せると。例えば5マナの呪文を打ち消すには5マナの何かを追放しなきゃいけない。5マナの青のカードを追放しなきゃいけない。青のカードを追放しなきゃいけない。これ大変ですねなんですが、ちょっとなんだろうな、ランプ系のデッキだったら2マナ X 普通に払えますし、例えば僕最近ボニーポール使ってたんですけど、あれだったら普通に手札に5マナのコストの青がある場合もあるんですよ。っていうことはそれで打ち消して、例えば普通にピッチで打てる可能性もあるということで、たまに使うかもしれないぐらいの
そうね。はい、ごく稀にこれに引っかかると、もうそれだけでぐぬぬってなりますからね。ピッチなんかこの環境にあるわけないと思ってるから。そう、ピッチそもそもありえないですからね、そんなに。だからワンチャンあるかもしれない200円ぐらいのカードになります。はい。で、次は緑いきましょうか。これ緑の打ち消しみたいなね。緑に打ち消しなんてありますかっていう。これぐらいしか僕あんま知らないんですが、最近ちょっと動画で紹介したんですけど、運命の回避、という。はい、攻めこれ。守る呪文に値するんですが、1マナの打ち消しであなたをコントロールするパーマネント1つを対象とするインスタントがオーラを打ち消す、守れますよね、という打ち消しのカードが一応緑であるということで、一応覚えておくと使うことがあるかもしれない。一応値段もちょっとしまして500円なんですけど、ちょっと高めではあるんですが、普通にタミオの保管とか入れた方がいいような気もするんですけどちょっと守れる範囲が広いですよね。パーマネントを対象としている呪文なんで、だからワンチャン入れる可能性もあるかもしれない。だいぶワンチャン。はい。で、同じような、似たような白のカードがあるんですが、浮遊界の拒絶というカードでして、これは200円なんですけど、1マナインスタントで、これはあなたがコントロールするパーマネントを一つと対象する呪文を打ち消す。これはね、逆に結構使うんだよね。これめっちゃ使えますよね、白だったら。はい。当然逃走者を守るのにも使えるし、パーマネントですからね。これ範囲がめっちゃ広いんですよね。これかなり強いですよね。これはおすすめになりますかね、この1万円逃走者だと。おすすめですね。だいぶ。はい。で、次は白の打ち消しにそのまま入ってくるんですけども、マナの税収。これは1マナのインスタント80円です。たまに入れてる人いるかなたまに入ってる。まあ80円なんで安いんでいいんですが、1マナ要求ですよね。すべて打ち消させますよね、これ。そうね。1マナ要求がごく稀に発生する、何ですか、マックスで打ってきて、ことはよくありますよね。そうね。カウンターなんて白のところがさ、1マナ立ててたとしても、ソープロかーっていう世界じゃないですか。そうですよね。基本的には。だからじゃあフルタップでなんかでかい呪文打ちますよってした時に刺さるんですよね、これ。例えば途中とかでも、例えば5マナとかで逃走者出しますよって5マナマックスでっていうタイミングでも結構刺さるということで、打てるタイミングは結構あるんですよ、これ。あるんですね。だから白で打ち消しなんか入ってると思わないですもんね。しかも低予算でだからワンチャンか80円だったら入れてもいいんじゃないかなっていう感じになりますかね。あと白の打ち消し、他に打ち消しというほどではないんですが、打ち消しとは書いてませんから、このカードに関しては2マナ200円ぐらいのこのカードなんですが、一時の猶予、結構最近のカードですよね。最近でもないんだよな。最近でもない1年以上経ってる。もう経ってるこれはいわゆる差し戻しですよね。呪文をもう手札に戻してカードを1枚引く、これもまあ200円だったらワンチャンありますよね。ありますよ。この盤面的に最後、例えば一つ例を挙げるならボードを打ってきたと相手が、それを差し戻して、あそこ次ボード打ってきますよみたいなことを交渉として言うと、あそこボードを持ってますよっていうのがバレますからね。そうね。だから闇の領域の流星をあそこ持ってますよっていうのがバレますからね。まあとりあえずみんなでフルパンするよね、そりゃ。ありますからね。だいぶワンチャンあるんじゃないかなっていうと思って僕はいいかなと思ったんですけど、それとちょっと似たようなカードがどうやらもう一枚あるらしいんですが、これ僕は初めて知ったんですけども、教えていただきまして、確実性の欠落という、これはおいくらですか？150円。まあほぼ一緒ですよね。ほぼ一緒ですよね。これが白の3マナのインスタントで、これは打ち消してトップに置く、そんなのあるんだっていうだから相手のテンポは相当悪くはなりますよ。ただこれ3マナで構えなきゃいけないからね。なるほどね。ちょっとそこがやや苦しいっていう。ごく稀に使うことがあるんじゃないかっていうことですよね。そうですね。特に白い系統の例えば殴り統率者なんかだとマナ立てたままにすることって結構あるじゃないですか。ありますね。そういうデッキだと使いやすいですね。なるほどなるほど。今言った話じゃないですけど、
ボードを打ってきて打ち消してトップに置いて、あの人次ボード打ってくる気ですよって言わすことができるという意味では、かなりカジュアルでは役に立つカードになるんじゃないかなと。はい、まあそんな感じなんですが、はい、あと使うことないかもしれないんですが、カード2枚面白カード枠で、はい、ワンチャン何かの表紙に使うことも、もしかしたらあるかもしれないということで、頭の片隅に入れておいてほしいカード2個あるんですけども、はい、それを最後2つ紹介したいんですが、まず光明というカードになるんですが、はい、これ僕知りませんでしたみたいな。知らないですか。これ使ってんの見たことないですし、誰も。俺も使われたことは一度もないんだけどね。自分が使ったことも一度もない。一度もない。けど頭の片隅にはあるという。2マナのインスタント白。これ一応価格的には100円になってるんですが、売り切れてるのでいくらで買えるかは分かりません。あんまり売ってるの見たことありません。見たことありません。で、能力はアーティファクト呪文1つかエンチャント呪文1つを対象とし、それを打ち消す。その点数で見たマナコスト等しいライフを得る。みたいな。破壊するでよくないみたいな。いやほら出た時にエンチャント呪文の場合はそもそもさ、なんかね、何かしらの効果が出ちゃう時みたいな、リングみたいなね、あるかもしんないから。一応頭を片隅にね入れといたらいいんじゃないかと。あともう1枚は前動画でも出てきたことはあるんですが、水防のカゴという、はい、これも800円という表示になってるんですが、黒の打ち消しですね。黒の打ち消し手に入るのかみたいな。これも品薄ですね。だいぶ品薄ですね。僕が前回紹介した時は200円で買いました。そうなんだ。はい、値段上がってますね。はい。で一応800円だったら採用圏内ですよね。ギリギリね。ギリギリ。はい。でもなかなかしないと思うけど。能力は追加コストとしてまず3点ライフ支払います。でクリーチャー呪文を打ち消せる。まあこれがだからいいところは、だから黒から打ち消し飛んでくるなんて誰も思わないっていう。一応ワンチャンこっちの方がありえるかなっていうことになりますかね。まあそんな感じで打ち消し呪文何個か紹介してったんですが、はい、いかがだったですか。いつものことなんだけどすげえ不安なんだよねこの内容。いけるでしょ。これ求めてるでしょ。みんな。求められてんのかなこれ。いや求めてると思った方は高評価してください。続くと思いますんでこのシリーズ。はい。求められてれば続いていきますんで。はい。求められてないと激渋みたいにあれは求められてないから終わったわけじゃないんですけど。だから一応ね高評価だったらやっていきたいと思ってますんで、はい、高評価いただければと思います。あとなんか他にも、こんな打ち消しあるよっていうのを安いですよ。低予算で入る打ち消しあるよっていうのをご存知であればコメントしていただければありがたいのでコメントしてくださいということで、あとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。